にちは。筆講士で書道家の清水勝信です。今日は結びのあるひらがなをきれいに書くテクニックをご紹介したいなと思います。結びというのはこういうのですね。こういう結びのある文字の書き方ですねのテクニックとなります。で、これだけじゃなくってぐるっと回す字、例えばこういうあとかおとか、あとその他にすとか、何ぬねのの、こういうぐるっと回す文字の書き方、すべて共通した書き方になりますので、ちょっとその辺も含めてご紹介したいなと思います。それではよろしくお願いします。結びのある文字なんですけれども、ぐるっと回した文字ですね。ということで、わかりやすいように、ちょっと結びではないんですけれども、のの字で解説します。はい。のと書いてみました。で、書き方なんですけれども、ここはね、ひらがななんで止めとかいらないです。ただ、スッと入れてますね。で、そのまま下に行きました。斜めです。で、ここから左上に向かうんですけれども、この時に抜きながら上に向かいます。で、今日最もお伝えしたいのはここの部分です。抜きながら左上に向かうというテクニックになります。で、あとはね、筆圧コントロールしながら回転をするんですけれども、ここの部分、どういう風になっているのか。で、この時に、穂先がね、どういう風になっていくのかをちょっと見ていただきたいなと思います。アップにしてゆっくり書いてみますね。来ました。で、ここで一回止めます。ここから、穂先がね、少しまとまりつつあるのを感じながら左上に向かいます。この部分ですね。が、ここまで開いてるわけですよね。開いてるんだけども、ここからまとまっていきますよね。で、まとめるためには、少し上に持っていくわけです。筆を。そうすると、穂先は勝手にまとまっていきます。で、これは、穂先の弾力。筆の穂先がまっすぐになる力がないと、できないテクニックなんですね。なので、大きな筆の場合は、ちょっと同じテクニックができるとはちょっと限らないので、これは小筆独特のテクニックだとお考えください。それでは、の以外で書いてみます。はい。例えば、す。横を書きますよね。ちょっと長めに書きます。で、センターよりも少し右側から下に持ってきて、ここから左上に抜くように。今話しちゃってますけど、実際は話さないんですけどね。話しても構いません。で、あとは、ここはね、そんな難しくないんですよ。やはりここが上に行くのが筆は難しいので、その時に抜きながら行ってあげると回しやすくなります。次にお書いてみますね。はい、この部分ですよね。まっすぐ来て、ここから左上に向かう時に抜きながら左上に向かう。で、そのまんま右にターンすれば回しやすくなります。で、ちなみに、おのちょっと書き方のポイントなんですけれども、今ちょっとね、斜めになってますけど、ほぼまっすぐでいいです。で、ここで左上に向かうときに、まっすぐ、こうでもいいんだけど、こっから少しね、左下に向かうとなお回しやすくなります。こうですね。この形。あまりやりすぎてもね、かっこ悪くなっちゃうんだけど、これで、まっすぐよりも少し角度つけてあげた方が回しきりやすくなるので、覚えておいていただけるといいかと思います。今、の、す、おと、実際結びじゃないんですけれども、ぐるっと回す字をやりました。次、結びのある字ですね。は、やってみます。これ一画目。この部分ですよね。同じです。まっすぐ来て、左下に向かって上に抜きながら、そして右下に向かってます。こうすることで、この線が書きやすくなるということですね。で、これもちょっと説明すると、はは、この一画目に対して右のパーツは少し上で終わります。
と思っていてください。はい、最後にほの字やります。ここですね。今少し細く書きましたけど、左下行って上に向かうときに抜きながら上に向かってます。これがポイントになります。ちなみに、ほなんですけれども、僕はこの書き方を書いてるんですね。で、小学校の書写でも多分この形、今、横に潰したような形書いてるんですけども、これ筆行の書き方なんです、実は。横にね、スペースをあんまり作りたくないから、この書き方をしています。もっと書道っぽく書くというか、本来はね、こうですよね。で、少しこれをアレンジしてます。筆行の場合は。で、もう一つポイントを言うと、この右のパーツなんですけども、こことここの隙間一緒。と思っているとバランスが取りやすくなります。これがね、ほの書き方になります。はい。ということで、今回は結びのあるひらがなというか、ぐるっと回すひらがなの解説をしていきました。で、他にもね、結びのあるぐるっと回すひらがなというのはたくさんあるんですけれども、やり方一緒なんで、実際に試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。